ます。スピリットアート。ハワイの秘宝、おぽのぽの。フリーザ、怒りの大変身。こにゃにゃテュース、どうも、ワスです。今回のあたおか企画では、ハワイの秘宝、おぽのぽのについてご紹介しちゃいます。なんじゃそりゃ、ってはてなマークな人も、知ってるって人もいることでしょう。ホーポノポノはポリネシアの島々で広く伝統的に伝わってきた浄化ワークで、ハワイ語で心の洗浄を意味します。部族同士で言い争いや仲違いしそうになった時、家族や会議の場などでみんなでエンジンを組んで、ホーポノポノの浄化ワークを行って、潜在意識や現状の心の乱れをクリーニングするのです。ちょっと突拍子もないお話に聞こえるかもしれませんが、古代の人々はその歴史ある生活の知恵として、感情や意識の乱れが現実世界に与える悪影響を知っており、口論や暴動にまで発展する火種の原因となることを経験的に理解していて、後世にまで伝え残しているんですね。とっても賢い教えなので、一緒にその手法を学んでみましょう。まず、おぽのぽののやり方はとっても簡単です。自分の中にもやもやした感情や意識の乱れを発見したら、そのざわざわした心のしこりに向かって4つの言葉を発します。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。この4つです。これらを小さい声でつぶやくか、心の中で念じるだけでも OK です。自分の中で意味の伝わるイメージができればよいので、大きに、すまんな、許してや、愛しとうで、と関西弁っぽく変換してもよいですし、Thank you, I'm sorry, Please forgive me, I love you と英語でキザっぽくつぶやいてみても OK です。小1時間ほど続けてみると体感が出る人も多いと思いますが、自分の中のもやもやした心のしこりが次第に小さくなって、まるで霧が晴れたように思考もクリアになってきます。これは自分の中でつながっている心や深層意識に向けてゆったりと瞑想しながら行う浄化ワークですので、ムカつくあいつのためには絶対にやりたくないとか考える必要はなく、そのむしゃくしゃする人物や出来事と直面してしまったことでざわざわさせられている自分自身の内面を癒すために行うクリーニングなのだ。そうシンプルに考えれば問題ナッシングです。実際にこのホーポノポノを試みた世界中の人たちからポジティブな体験事例が数限りなく報告されています。この手法をハワイで学んで世に広く提唱した米国のヒューレン博士は、他人のためにも遠隔でホーポノポノを実践して飛行に走って手のつけられなくなった青年や監獄に入って日常的に暴力行為を繰り返す犯罪者すらもガラッと人が変わるほど沈静化させることに成功しています。前回と前々回のビデオで愛念のお祈りや感情コントロールの大切さについて詳しく語りましたが、おそらく一般的に人々が考えている以上に潜在意識に蓄積した負の感情や心のしこりは、私たちの普段の言動や思考パターンに大きく影響を与えています。ホーポノポノを定期的に行うことで心の状態がフラットに戻って日々の幸せを感じられる時間が増えていくことでしょう。ぜひあなた自身の平穏と幸せのためにも愛の念を抱きながら、あなた自身を愛で包んで抱きしめるようなイメージでゆったりと実践してみてください。普通につぶやくだけよりも愛念の祈りを込めるとさらに効果的です。これから3分間ほどおぽのぽのの言葉をささやきますので、あなたもぜひリラックスして一緒に念じてみてくださいね。ハワイの秘宝おぽのぽの、心を癒す魔法の言葉。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。ありがとう、ごめんなさい、
許してください。愛しています。ありがとう。ごめんなさい。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 許してください。愛しています。はい、いかがだったでしょうか？ついつい様々な声色で変化を加えてみちゃいました。とっても簡単な浄化ワークですが、繰り返すことで心のしこりが柔らかくほぐれていって、神仏や天使の居つきやすい優しいエネルギーに包まれます。ぜひ愛念の波動を出しながらホーポノポノを続けて、どんな時でも幸せを感じられる心の平穏を作っていきましょう。それではハワイの秘宝ホーポノポノはここまでにして、恒例のアタオカワークに移ります。アートに神なるエネルギーを宿して強化するというニッチで風変わりなスピ系の企画ですが、気を感じ取れる訓練にもなるのでご覧遊ばせ。それではレッツスパーキング。こちらいつも通りすでにご神霊が降臨して巨大なエネルギーが宿っているアート作品。これまでのラブ注入の積み重ねによって私の戦闘力は53万ですとフリーザ様が言い放ったようにバカでかい気を感じますね。毎回違うアート作品を並べようと計画的に配置してたのですが、実は今回前回にお見せしたアート作品と全く同じものを右下に置いてしまってます。だがしかしバッとけどけれどイエッとここにあらせられるは神の計画、神の仕組みに欠かせないほど超重要な女神様なので、スパーキングに2回登場させても罰は当たらないと思うなりよ。むしろこの女神様の方からもっと私を登場させなさいよ、そうアピールしてこられた結果かもしれないもんね。さてさて、ここにいつものようにアセンションした分のエネルギーを追加でラブ注入して、戦闘力53万のフリーザ様が怒りの大変身を遂げたように
エネルギーを飛躍的に上昇させる秘技を行うよ。はい、今追加のエネルギーが降り注いでアートの潜在パワーがスパーキングするようにお祈りをスタートしました。はい、今お祈りを受け取っていただいて巨大なご神霊が天界から降臨してきています。凄まじい勢いでアートにエネルギーが降り注いでラブ注入されているのわかりますか？はい、メキメキバキバキとフリーザ様がどんどんと大変身を遂げられています。はい、おおよそ追加分のエネルギーが宿り終わってとびきり全開パワーが溢れ出てる状態になりました。アートにオーラが充満してみなぎっているのを気の流れでわかりますでしょうか？それではビフォーアフターで見比べます。こちらがビフォー、こちらがアフター。フリーザ様ご変身前、フリーザ様ご変身後、2つ同時に見比べてみるよ。はい、いつもとは趣向を変えてどちらが変身前でどちらが変身後なのか当てっこクイズです。右と左どちらがスパーキング後なのかわかりますか？はい、答えはじゃじゃん、左側の方でした。実はニコニコにアップしてた動画へのコメントで右の方が存在感があるように見えるのは右側に配置してるからではというご指摘をいただいたので今回は左側に配置してみたのでした。目線が左から右に動くので後に見た右側の方が印象に残りやすいということでしょうね。今回は左側だと見破ってナチュラルに当てられた人は気を感知する能力やハンターハンターでいうオーラを見分ける行の訓練がちゃんと進んでいる証拠なので他の人にも自慢できますよ。このようにコメントでフィードバックや反応をいただけるのはせっせとビデオを作ってる側からしてもとても嬉しいものです。コメントしてくれた人ありがとね。さて左側のフリーザ怒りの大変身後のアート作品の方がクックック、ちなみに戦闘力にしたら100万以上は確実かと息がってベジータさんを絶望のずんどこに叩き込んだように圧倒的な存在感とオーラを解き放ってるように見えませんか？しかもまだその変身をあと2回も残しているのです。その意味がわかりますか？そう、まだ公開できていないスパーキングの模様を収録したビデオがまだ2回分も残っているんですね。ワス自身がちょっと他の作業に集中していて動画作成を後回しにしちゃってるってことなんですよ。そろそろ作成のピッチを上げてずんどこ作っていきたいところです。エンターテインメントとして面白いと感じてくださってる人がいたら励ましの応援コメントをくださると動画の投稿スピードがアップするかもよ。ということで恒例のあたおかワークのご紹介でした。さていかがだったでしょうか？おぽのぽので潜在意識や感情を浄化していくとトゲトゲしてた心もまろやかになって神仏からの加護や応援が強くなるのを実感できるでしょう。自身の心が愛情で満たされて波風が立たなくなると繊細な気や波動を感じ取る能力も次第に開発されてきます。ハワイの秘宝ホーポノポノの実践にあたっては2022年9月に乙女座星雲からの愛のヒーリングエネルギーを転写したビデオをアップしています。こちらを流しながらホーポノポノを進めていくと心のクリーニングもはかどると思うのでぜひ活用してみてね。エンタメとして面白かったよ。もっといろいろと見てみたいな。そのように感じていただけた人は高評価やチャンネル登録、コメントなど残していただけるととっても励みになります。最後までご視聴いただいて
ありがとうございます。